YouTube をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今回はスペシャルバージョンでお届けしたいと思います。今日のジャパニーズ with TLS がお届けするのは TLS 新春スペシャルジブリ大好き留学生。今日は TLS の学生の中でもジブリが大好きすぎて日本に来たと言っても過言ではないメンバーをお迎えしてお届けしていきます。皆さんジブリ大好きですね。はい。それでは一人ずつ自己紹介をお願いします。 Bonjour、フランス出身のオリビエです。你好、中国出身のソジャクカンです。Привет、ウクライナ出身のウイホールです。はい、じゃあ今日は皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今 YouTube を見てる人たちの中にはもしかしたらジブリってわからないなっていう人がいるかもしれないので、皆さんの国でジブリと言ったらこれでしょうっていうのがあったらぜひ教えてほしいんだけど、オリビエさんどう？はい、フランスでは、もちろんジブリはとても有名ですが、ジブリが知らなくてもなんか宮崎駿監督といったらフランス人はほとんど知っています。じゃあジブリのアニメかどうかは分かんないけど、宮崎駿監督の作品だって言ったらみんな分かるんだね。それすごいね。そうですね。おばちゃんとおじさんはあまり知らないかもしれませんですが、ヨーロッパのアニメは小学生低学年までが見る子供のアニメで、ドラゴンボールとかシチャンタンとか日本のアニメは中学高校生まで楽しめる感じでも、ジブリは大人と一緒にも、楽しめる印象があります。そうやってみんなでこのぐらいの年の人たちはこういうの見るよっていうのがなんとなく分かれてるんですね。すごい分かりやすい。でもジブリはみんなで楽しめるアニメだってことですね。分かりやすいですね。中国では少ないですが、テレビでジブリが放送することもありますよ。フランスでもそうありますね。ウクライナもテレビで、たくさんの、ありますよ。ウクライナでもう放送してもらえてるってちょっとやっぱり嬉しくなりますね。中国は数年前に千と千尋の神隠しは映画館で再同放されました。私も見に行きました。それくらい中国でも有名と思います。ウクライナで、サイトの、映画アニメを、させての時、アニメはカテゴリーは、他のカテゴリーはありますね。フォーファミリーカトゥーンと、でもアニメのカテゴリーは日本のからだけ、あります。じゃあ例えば映画を調べるときにアニメって検索をすると日本の作品しか出てこないってこと？はいはいはい。それ以外のじゃあ日本じゃない国の作品ってなるとカートゥーンになるってこと？はいはい、正しいです。なるほど、それはちょっと興味深いですね。そうやってね、日本以外の国でもジブリの作品がたくさんテレビや映画館で放送されてるってことすごく嬉しいんですけど、日本ではね本当にジブリの作品がテレビで年に10回とか数十回とか放送されることがあって、私もやっぱり子供の時から大人になってからでも家族みんなでね、今日はジブリの日だって言ってテレビの前に全員集合したりしてました。でね、今日は、そうやってみんながジブリ大好きっていう熱が今私にすごい伝わってきたんだけど、この動画を見てる人もしかしたらジブリあんま知らないですとか、いやあんま好きじゃないんだよねっていう人がもしかしたらいるかもしれないから、その人たちに向けて皆さんの熱を伝えていきたいなと思いますので、紹介よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ではまずこれを聞きたいんですけれども、皆さんが一番好きなジブリのアニメの作品を教えてほしいんですね。はい、今日はねホワイトボードを用意してますから、そちらに、日本語のタイトル、それから自分たちの国の言語でのタイトルをちょっと書いてほしいので、じゃあちょっとホワイトボードを用意して書いてもらっていいですか。それでは一斉のせでボードを出してください。せーの、じゃん。じゃーん。おお、ちょっと待って。千と千尋の神隠し、千と千尋の神隠し、千と千尋の神隠し、3人とも同じ、こんなことあります？みんなさ、ジブリ好きとか言っといて、千と千尋しか見たことないとかある？そういうことね。もちろんたくさん見たよ。他にも見ました？そうです。わかりました。わかりました。そしたらじゃあオリビエさんから順番に、自分の国の言葉で、タイトルを教えてください。フランス語では Le Voyage de Chihiro。どういう意味？なんか千尋の冒険のみたいなような意味ですね。冒険ね。じゃあ中国はどうですか？中国では千与千尋です。神隠しがちょっと入れないですね。じゃあ中国語のそれだけだと千と千尋っていう意味？はい、そうです。じゃあちょっと一番多分難しいと思うんだけど。ロシア語で、ウニションにプリーズがたい。これ意味は、妖怪が、つっている。妖怪、ゴーストがこう人間を連れてっちゃうよっていう意味。ちょっと、英語で同じ、スピリットウェイ。英語のタイトルね、スピリットウェイね。ちょっと意味は同じです。なるほどね、オッケーオッケー。神隠しっていう言葉がちょっとねどこのところも難しかったと思うんだけど、日本はそのこう宗教的な部分でその森とか山とか海とか神様がこう宿るようなイメージがすごく多いんだよね。千と千尋の神隠しの中で、たくさんの神様が出てくることもありますね。なんかこう神隠しっていう言葉自体に神と隠すっていう言葉がねあるんだけど、神様と隠すってなんかそれぞれの意味はあるんだけど、神隠しって一言になるとちょっと日本語的に特別な意味になって、こう森とかそのさっき言った山とか神様がきっといるんだろうなっていうところで、だから人が本当にいきなりいなくなっちゃう、突然消えちゃうっていうのを日本語で神隠しって言うんですよ。なので千、それから千尋が神隠し、なんかちょっと面白そうな、ね、内容ですね。あれでしょ、千尋がトンネルを抜けた後にの話だよね。ちょっとなんかでもこれ以上私が言っちゃうとねみんなの出番がなくなっちゃうので、はい、じゃあ千と千尋の神隠しどんなお話かちょっとね後で聞いてみたいと思います。いや、まさか3人とも同じ千と千尋の神隠しになるとは。そうですね。私もびっくりした。びっくりだよね。今日はなんかあれですね、ジブリ大好き留学生とは言ってるけども、千と千尋の神隠し大好き留学生の会になりそうな気がします。もちろん他もたくさん見たいですね。他に皆さん好きな作品はありますか？教えてください。トトロと雨、傘、猫バスが、印象的です。そうですね。私は魔女の宅急便ともののけ姫が好きです。はい、私ももののけ姫が好きです。あとで猫の本が好き。私ももう一回見たいです。はい。そうさんはもののけ姫のどこが好きですか？私はそういう人間と自然の共存するストーリーが好きです。わかる。私もなんか人間と自然の複雑ストーリーが好きですね。はい、そうですね。魔女の
他教品は好きです。主人公のキキは自分一人で他の町で生活することが今の自分はとても共感があります。いろいろな難しいことがあって、でも親が自分に隣がいないので自分に頑張ろうと思います。じゃあキキが頑張っている姿が自分の今の自分が頑張ってるなっていう姿と重なって今感じられてるってことですね。はい、そうです。ちなみにオリビエさんは猫の恩返しなんで好きなの？小学校の時みんなと一緒に学校の見に行ったんです。だからその思い出がとても残っていますね。小学校の時にクラスのみんなでそうですね、映画館に見に行った。はい、皆さんがいろんな作品を見てる中でやっぱり「千と千尋の神隠し」が一番好きなんだっていうのはすごくよく分かったんですけれども、じゃあやっぱりね、どうして「千と千尋の神隠し」が一番なのかなっていう理由もね聞いていきたいと思います。じゃあイゴールさんどうですか？このアニメは、あんまりないと思った。子供の時は、ストーリーは、もっと、深いと、複雑と思った。このストーリーは、かわいそう、と思った。そっかそっか、じゃあかわいそう、ちょっとなんかお話の内容も少しちょっと難しそうだなとか、アニメ今までそれまでイゴールさんが知っていたアニメっていう感じとはちょっと違うなっていう感じ？全部の、ストーリーは、普通は違うです。オリベさんはどうですか？私もストーリーが好きです。なんか見た時なんかあまり見ないキャラクターもあります。なんかヨーロッパではなんか可愛いキャラクターとかクリスマスのストーリーとかなんかそのキャラクターは嘘をついた時に自分にも悪いことが起こるとか、あと分かりやすい道徳ありますね。なんか千と千尋を見た時に将来に見えないメッセージがたくさんあると思った。例えば、人間と自然の関係とか、仕事をする時も報酬を積み額とか、欲深さとか、さらに、アニメーションも音楽はとても綺麗で、なんか幻想的な世界に連れて冒険している感じ。確かにこうなんかシンプルに可愛らしいですねっていうものではなくて、そのオリベさんが言ってた欲深さ、そうですね、欲深さとか将来こう見えてないメッセージとかが隠されてるっていうのは確かに面白い点かもしれないですね。目の付けどころが面白いですね。そうですね。ソさんはどう？みんな言うところも私もすごくわかります。中国のアニメより、全然違う雰囲気ですと思います。実は、小さい、千と千尋の神隠し見た時はとても小さいの時が、たくさんのシーンが、小さいの時の私がちょっと怖いの感じがびっくりしました。特に千尋の親が豚になった瞬間がすごく怖いと思います。印象がとてもあります。じゃあソさんはその千と千尋の神隠しを見たことがきっかけで日本の文化とかそういう建物とかに興味を持ったってこと？はい、そうですね。そういう日本っぽい
古い建物やいろいろな神様がとても興味があります。なるほどね。今建物とか神様ってお話出てたけど、さっきちょっとオリベさんも言ってたけど、キャラクターなんか海外のアニメのキャラクターとやっぱり日本のそのジブリのキャラクターはイメージが全然違うのかな。そうですね。だから神とか鬼とか顔なしとかヨーロッパでの文化内のキャラクターがたくさん出ていた。なるほど、確かに言われてみれば結構海外のそのさっきカテゴリーでカートゥーンにこうカテゴライズされるような作品ってなんか可愛らしいね、ちっちゃい子供が出てきたりとか動物が出てくるっていうのが確かに多かったような気がしますね。そうですね。 YouTube を見ている皆さんもイゴールさんやオリビエさん、ソさんが思っているような気持ちと同じになった人もいるんじゃないでしょうか。そんな視点からぜひまだね千と千尋の神隠し見たことないよっていう人、ぜひぜひ見てみてください。まだまだ聞きたいことはたくさんあるんですけれども、今日はねここまでになります。次回はみんなが好きなキャラクター、それからシーン、それからジブリから学んだ日本語、そして日本にねこうやって来ている皆さんが行ってみたいなと思うジブリのあの場所聞いていきたいと思いますよ。次回もお見逃しなくご覧ください。それではまたね。またね。